こんにちは。はちみつバターパン、今日も早速やってまいりましょう。材料こちらですの前にごめんなさい、挨拶をくれました。明けましておめでとうございます。だいぶ経ちましたけどねご挨拶遅くなりました。今年もどうぞよろしくお願いいたしますということでやってまいりましょう。今日はねスーパーの、このね日分の安い強力粉でやるんだけど、超ふんわり生地作っていきたいと思います。道具はこんな感じですね。だいたいこんなんでねできると思うんだけど、今日は焼いた時に蜂蜜バターがめちゃくちゃ溶け出してくるんね。でもったいないからそれをね受け止めてあげる何かしら。私ちょっとこのホーローで焼こうと思うんだけど、型っていうよりかはね受け止めてあげる何かしらがある方がいいかなって思いますね。で何かしらって何っていう人その何かしらってないんですけどっていう人はこのねオーブンシートで作るのがおすすめですね。私のやつ33センチだけど30センチとか33センチとかが多いかなと思うんだけど、何センチのやつでも大丈夫です。とにかくだいたい正方形に切ってだいたい5、6センチ幅に折っていく。サイズねそんなに細かく気にしなくてもだいたいで大丈夫かなと思います。とにかく四角い箱を作るっていう感じですね。あとは角をねじるだけ。ちぎりパンとかでね先生たちがよく作ってはると思うんですけど、あれですね。本当にね、しっかりした感じにしなくて全然大丈夫。とにかく蜂蜜とバター、もう一回言うね、めちゃくちゃ溶け出してくるから、それを受け止める何かしらできましたこれでいいかと思いますね。そんな感じで今日はやっていきたいと思います。では超ふんわり生地作りですね。まずね触ってちょっとぬるいかなぐらいの感じで、ぬるま湯ってそういうもんやけどやっていきましょう。でポイントはこれ蜂蜜ですね。今日は蜂蜜を入れてしっとり生地作っていきたいと思いますが、これね諸説ありまして、蜂蜜を入れても効果がない説もあるんですね。検証した結果ふんわりもしっとりも特にしませんっていうような記事があったりしてね、だから本当にこういうのは答えはね自分にしかないっていうか歌歌手売れない歌手答えは自分にしかないのでちょっとねやってみるしかないんだけど、私がやった限り卵入りの生地の時の相性、蜂蜜の相性がすごく良くて、卵と蜂蜜だとねなんかすごいしっとりするなっていう風に私は思いますね。で今日もですねこのボウルの中で生地を作っていくちょいごね生地でやっていきます。で卵入れます。卵入れるとやっぱり優しい甘さっていうかね、なんか菓子パンっぽい生地になって、たまにはねなんかいいですよね。で卵黄入れまして、卵白は今日はね使いません。嫌なレシピ卵白余るのなんか一番嫌よね入れろやって思うけど入れません。で今日はね2分半まずこうやってヘラで混ぜていくんだけど、卵白をね入れない理由はやっぱりタンパク質が固まる力でどうしても生地が硬くなるかなっていうので、今日はね超ふんわり生地目指してるんで、ちょっと贅沢にね卵黄だけ入れまして、卵黄でふんわりさせていこうかなと思いましたね。で2分半やるとねこの粉っ気がなくなるをちょっと通り越してべちゃっと、ちょっとだけべちゃっとしてくると思うので、ここまで来ましたら手洗ってきまして、次手でいきますね。でバターを入れていく。
これもねやっぱりふんわりだね。今日のもうふんわりになりそうなことは今日全部やっていくっていうので、バターを入れていきます。で3分半ですね、こねていきます。最初はなんかねすごくこのいい感じ、なんて言うんだろうね、こうつるっとしてて楽しい感じでこねれるんだけど、今日やっぱり卵を入れてるからすごく途中からねベタついてくる。ね、なんかすごいね、手にもくっつくし、このいつもにも増してベタつく感じがすごくて、でこれをねなんか、間違ってる状態だってやっぱ思っちゃうんだよねなんかこのねすごいこのベタついてるのってダメな状態だってすごい思っちゃうんだけど、もう全然ダメじゃない。今日はもうずっとベタつくの。でもうこれが正解なので、これをどうにかしようとせずにですね、とにかく3分半、これねなんか まだ手にもくっついてるし、生地もベタベタっとしてるし、こんなんで終わっていいんかなっていう状態なんだけどいい、もう今日はつるっとさせようとかいろいろ思わずに、とにかく3分半やったらよしとして、でちょっと表面を整えて、いいですね。でこれで置いていく。乾燥しないようにラップをしまして15分ですね、お休みしていきます。その間にですねフィリングの準備していきたいと思います。蜂蜜バターパンの中身はね蜂蜜バターですね変化球小泉進次郎みたいなねそうね、中身あれどうなってんやろうって思うけど、蜂蜜バターだよね。でただ混ぜるだけ。ただお店のやつとかってやっぱりちょっととろっとしてたりするからさ、なんかゼラチン的なね、なんかそういう成分が入ってるんだろうなとは思うけど、もう今日はねお家で作るだけだし、こんな感じでクリーム状になればいいかなと思います。バターと蜂蜜が溶け出してきててもすごくそれがパンに染み込んで美味しいから、あんまり気にせずにね、もうこのままいきます。で一応シート状にして冷やしておきます。使う時にやっぱりこの平べったくなってると分割しやすいから、ただそれだけのためなんだけど、一応平たくしてね冷やしておきますね。OK。じゃあこれで冷蔵庫入れておきます。では15分経ちましたら、まだやっぱりねこんな感じでね表面も荒れてるし、ちょっとこのベタベタっとしてるんですよね。でこれをボウルの中で叩く。で中に入れる。表面を叩く。でこのボウルから取るときにねベタっとしてるよね。これがねなんかなくなるくらいまで、ちょっとこのスッと取れるぐらいまでやりたくて、今日ねこの叩くっていう理由2つあって、まず1つ目がこのベタつきをなくすっていうことですね。このベタつきやっぱいつかどこかしらの工程でなくなっていった方がいいからね、ここでベタつきをなくすっていうことと、もう1つはふんわりだねもうどんだけふんわりさせたいねんっていう話やけどそうふんわりさせたいので、こんな感じになったらいいですね。まだやっぱりいつもよりかはちょっとねベタっとしてる気はするけど、それでもやっぱね綺麗になりましたね。これで OK とします。で今日はこれをね2倍に発酵させたいので、いつも通りですねちょっと半分に生地を寄せまして、これぐらいに膨らむかなっていう目安、高さですね、ここぐらいまで来たらいいかなっていう高さの目安をですねちょっと今見ておきまして、でまた整えて
さっきの高さぐらいに来るまでちょっと待っていきます。今日はね1時間ぐらいでもういいかなって思いました。ここ加減見てもらって、さっきの高さまで行ってない感もちょっとあるけどなちょっと早ないっていう気もするけどちょっと次行きますね。でね、なんかベタつきなくなったよね。これで生地は完成ですね。で分割していきます。私はね最初のホーローの型で焼こうと思うので8分割しましたけど、オーブンシートで焼くときはちぎりパン形式でね 3×3 だから9個9分割するのがおすすめですね。慣れてる人はねもうなんていうの、好きな数、好きな大きさ、好きな数でねやったらいいかなと思いますね。慣れてる人はもうそんな言われんでもなやると思うけどとにかくですね、このシートにしておくとこれカチカチじゃないんだけど、こうやってね目印つけれてね使う量ね便利ですよね。で分割しておきまして成形していきましょうか。まずこのお尻になってた方を上に向けて、ちょっとね表面に来る方がつるっとするようにね、して、あとはねもう自分の包みやすいように、包みやすいやり方で包む。私はこの周りの生地をちょっと伸ばすようにして、くっつける感じでやりました。で閉じ目はね、もうしっかり閉じる。どんだけしっかり閉じても結局蜂蜜とバター飛び出してくるねんけどでも一応ねできる限りしっかり閉じまして、でこれでよしですね。どんどんこれを並べていくっていう感じですね。ではやっていきます。こんな感じになりましたね。ちょっとねこのもうちょっと隙間開けてもいいのかなと思うんですけど、このむぎゅむぎゅもね結構可愛くなると思うんで、好きなように並べましてですね、今日は4、50分ぐらいですかね置いていきます。だいたい15分前ぐらいからオーブン予熱始めました。いいですね。なんかこのむぎゅむぎゅっとしてふっくらしたらいいかなっていう感じで、最後ね強力粉ですね振っていきます。この最後に振る粉とか、あと打ち粉とか何の粉って言ってる人結構いて、めっちゃわかるいきなり粉って言うけど何の粉って強力粉です振りましてできました。いかがでしょうか。すっごいかわいいねえ、かわいいよね。香りいく香りいきます蜂蜜のね香りがねすごいして、もうすっごい美味しそうでね、これ蜂蜜とバターのこのじゅわじゅわ、これがねもったいないから、型を使って焼きました。ね、ふんわりしてるね。この底のところ、蜂蜜バターじゅわじゅわのこの底のところもいいよね。でね、この生地ねきめ細かい感じもするよね。これもすごくいいし、この底のところは強い、もうちょっと強めの火でねカリッと焼いてもいいだろうね。お好みでっていう感じですけど、蜂蜜の効果どうですかね答えは自分にしかない蜂蜜の効果、ちょっと確かめてみますね。
ただきます。効果ありだね私の中ではね美味しいです。もちろんね蜂蜜バターが美味しいっていうのもあるんだけど、この超ふんわり生地ね、なんかすっごくきめ細かくてしっとりふんわり、すっごく美味しくできるので、この生地だけでもねすごくおすすめかなと思いますね。はい、というわけで今日は蜂蜜バターパン作ってみましたが、いかがだったでしょうか。ここまでご視聴いただいた皆さん、いつも本当にありがとうございます。今年もですね、なんかアホな気持ちになれる動画アホな動画いっぱい作っていきたいと思います。何卒よろしくお願いいたします。ということで今日はこの辺で、お相手はおなおドーナツでございました。また見てね、バイバーイ。